連です。本日なんですけども、皆さん新年明けましておめでとうございます。この後に及んで新年のご挨拶をするチャンネルがあるそうです。で、そんな新年一発目なんですけども、去年に残してきたものがございまして、去年の11月の25日がですね、私事ながら僕の誕生日でございまして、ちょうどそのタイミングで金子さんとのコラボ撮影で名古屋に行っていたりとか、お相手方のコラボの撮影にね、チャンネルにお邪魔したりとか、こんな感じでちょっとバタバタしておりまして、去年自分自身のことを祝ってなかったんですよね。人生何回自分の誕生日をね、祝えるか分かりませんから、一応祝っておこうということで、一人誕生日会。で、そんな誕生日に何食べようかなと考えた結果、やっぱ分かりやすく焼肉だろうと。もう小さい頃のお誕生日といえば、タカ、今晩は焼肉よってよく言われてましたもんね。ちょっとその時を思い出しまして、本日は肉々しく参ります。というわけで早速、本日も作っていきましょう。よっしゃ、では作っていきますよ。まず1点。ちょっと本日、風が強くてですね、ピュー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 と風切り音が入るとは思うんですけども、皆さんの端末は正常ですので、ちょっとお聞き苦しいところがあるかなと思いますけども、どうぞご了承いただければ幸いでございます。では、本日は焼肉ということで、メイン食材のお肉をドーンと、その前に、いきなりお肉をさばくとお肉の表面とかが酸化しちゃうし、色も変わっちゃうし、お肉は一番最後に持ってきます。ですので、まずは、今回はお塩以外で3つタレをご用意しようと思っておりますので、まずはそちらを合わせていきたい。どれもすぐ出来上がるものなんですけど、1個だけちょっと半日というか1日つけておきたいものがあるので、そちらからつけていきます。つけるというか抽出していきます。そんならば本日も張り切って参りましょう。谷崎雑なタレ作り。それでは本日のタレ3つをせーの。こちらからわさび醤油、にんにく醤油、タレ。で、わさび醤油に関してはいただくときにわさびを吸ってつけていただくだけですので、こちらはまず冷蔵庫ですので、残りの2種類こちらをパパッと仕込んでまいります。で、こっから先はちょっと余談なんですけど、今回のわさび醤油とにんにく醤油に関してはいろいろとお醤油がある中で、今回はもうお醤油というか馬刺しのタレ、こちらをチョイスしました。もともと九州のお醤油って全体的に甘いんですけど、お醤油に水飴とか、あと旨味調味料的なものが入って、結構味の濃いものが九州のお醤油ですんでね。ただ今回はもう馬刺しのタレになっているくらいですので、普通のお醤油プラス、さらに甘みとか旨味が乗っているのがこちらです。ですので、全国的なキッコーマンさんのちょっと辛めな関東風のお醤油、ああいったお醤油とは全然味わいが違うと思うんですけど、九州の方であっても刺身醤油よりもさらに味濃いのでっていうか甘いので、ここに近づけるのであれば、ちなみにこちらの馬刺しのタレはいつもお世話になっている九州食肉産業さんの馬刺しのタレですね。で、こちらの馬刺しのタレに近づけるのであれば、原材料名のところを見てたんですけど、お醤油に植物性タンパク加水分解物、それから液糖類で鰹節エキスっていう感じですので、植物性タンパク加水分解物ってなると、言うなれば植物性の旨味成分みたいなもんです。ですので、一般的なお醤油に味の素で、それから液糖の代わりに水飴で、それから鰹節エキスということなので、これらを混ぜ合わせてだしパック、こんな感じでお好みの甘さだったりとか味わいになるように調整してもらえれば、このタレに近づくのかなと思います。ポイントは、焼いたお餅をつけて食べたら美味しいなって思うくらいしっかりと甘さを効かせてあげてください。で、タレに関してはこちらの戸村の焼肉のタレ、僕の大好きなタレ、こちらをね使っていこうと思うんですけど、自分でも作ろうと思ったんですよ、焼肉のタレを。この戸村さんに似せて。でもね、なかなかうまくいきませんで。なんかね、僕が作ると玉ねぎの爽やかさの効いたタレになるんですよね。でも戸村さんってそういったもの全然なくて、甘くて濃厚っていうのが戸村さんなんですけど、とりあえず僕のタレは全然うまくいきませんでしたので、戸村さんのお力をお借りします。よし、やっていこう。
でニンニク醤油にするやつはそんなに変わらないとは思いますけど、一応新芽は除いて、これってニンニク醤油完成。こちら普通におろしニンニクなんかを一緒に添える馬刺しのタレ、これにニンニクを加えてるだけですので、当然馬刺しのタレとしても全然使えますし、あと鶏刺しとかね、あとローストビーフなんかも合うし、あとこの中に漬け込んでいるこのニンニク、これ自体も普通のニンニクの醤油漬けですんで、このタレと一緒にこのニンニクも添えてカツオのたたきなんかに使ってもらえると良いかなと思います。めっちゃうまいです。はい、次で最後ニンニクのタレプラスおろしニンニクなんですけど、タレ自体にもニンニクがっつり入ってるんですけど、僕はここにさらにおろしニンニクを加えたい。なんでかというと、僕自身がニンニクに狂っているっていうのもありますが、この焼肉のタレ、特に戸村さんなんかは結構濃いドロッとしたこういうタレなんですけど、ここにおろしニンニクが加わると、はい、もっとドロドロになります。つまりお肉にべったりつきます。もう高血圧への片道切符です。でおろしニンニクと違って生ニンニクのすりおろしですと結構辛みも強いので、どれだけ加えるかは皆さんのお好みで。僕は焼肉のタレ 200g に対して3かけぐらい加えました。しかもこの特大サイズのやつですのでめちゃくちゃ濃いです。ニンニク狂い専用焼肉のタレ完成ということで、わさび醤油、ニンニク醤油、タレ、こちら3つのお味が出来上がりましたので、ちょっとイレギュラーではございますが、ニンニクがめっちゃ余ったので、焼肉屋さんにメニューであるとちょっとテンションが上がるあれ。一応アンチョビの塩分量をちょっと味見していただいて、しょっぱくなりすぎないようにちょっと留意しつつ、あとはここにオリーブオイル、ちょっと僕今かなりいいオリーブオイル使ってますけど、エキストラバージンとかじゃなく普通のピュアオイルがいいと思います。あとは見栄えのためのパセリ、かけすぎた。はい、これで調味料関係終了。ではここからはお肉の前にお野菜の仕込みで、一応今回のラインナップがこちらから黒皮かぼちゃ、千両ナス、スイートコーン、玉ねぎ、赤玉ねぎ、丹波しめじ。個人的にはやっぱかぼちゃとスイートコーンとあときのこ、ここら辺が欲しいかな。でこちらの黒皮かぼちゃ調べたんですけど、宮崎の伝統野菜らしいです。僕も初めて拝見しました。で今この黒皮かぼちゃを栽培してらっしゃる農家さんが25人ぐらいしかいなくて、すごく少ない農家さんしか栽培してないよっていう、そういうやつでした。すいません、ちょっと学習が浅いです。で本来はもっともっと黒かったんですけど、ちょっと購入してから時間が経つにつれてだんだんとオレンジっぽくなってきましたね。一応ネット情報的には目利きとしては真っ黒で黒光りしてて、表面がちょっと粉吹いてるくらいのやつがいいらしいです。ちょっと僕のは買ってから時間経ちすぎですね。で以前登場した国王かぼちゃとか、ああいった粉質のかぼちゃと比べるとこちら粘質っぽくて、どちらかというと万次郎かぼちゃとかあっち系のねっとりとしてちょっと水分多いなって感じるタイプのかぼちゃっぽいです。でかぼちゃ、日本かぼちゃと西洋かぼちゃで大きく2つに分けられるっぽいんですけど、黒皮かぼちゃの方は日本かぼちゃ、よく僕らが食べるような栗かぼちゃとか、それこそ国王かぼちゃとか少なかぼちゃとか、表面がつるんとしてるタイプ、こっちが西洋かぼちゃらしくて、ゴボゴボ縦に走ってるのが日本かぼちゃっぽいです。だからあと会津かぼちゃとか。ただ確か例外的にバターナッツかぼちゃ、表面つるんとしてて下の方がコポッと膨らんでるバターナッツかぼちゃ、なんか植物の分類学的には日本かぼちゃらしいですよ。よくわからんです。というところでお野菜の仕込みに参りましょう。じゃあまず縦半分に、せーの。なんかこういう感じでレイヤーになってるんですね。面白。
そして内側からほとばしるこの水分、舐めると口の中ガシガシするかぼちゃだ。フレッシュなみずみずしいウリ科の香りがしますね。スイカみたいなね。でこちらの黒皮かぼちゃ、皮も美味しくいただけるらしいので、なんかところどころ剥いたりすることなく、もうこのまんまいきます。でこちら黒皮かぼちゃ、もともと購入したのも2キュッパとか3キュッパとかで購入してて、そんなにめちゃくちゃ高いっていうかぼちゃでもなく、で今購入したスーパーだともうちょっとオレンジ色になっちゃってて、もうだいぶ収穫から日が経っちゃったよみたいな感じになってるんですけど、それが今1玉100円で売られてます。これもともとそんなに高いっていうかぼちゃじゃないんでしょうね。で今回他のお肉もあるので、さすがにこちら全部を今日いただくことはないんですけど、もうほとんどは今回はね冷凍に回そうと思ってます。で冷凍にする際になんかね、かぼちゃそのまんま冷凍すると結構ね臭みが出るんですよ。表現が難しいですけど、なんかジビエ臭みたいな何とも言えない匂いが出るんですよ。なので冷凍する際はこういう風にお料理に使いやすいスライスにしたりとか、あと煮物用にゴロゴロっとカットしたりして、湯がいたり蒸したり火を通して、その後粗熱を取って冷凍してください。そうすると臭み出ないらしいです。以前黒かぼちゃをそのまま冷凍してちょっと痛い目見ました。それでも国宝かぼちゃ自体がすごく美味しいかぼちゃなので全然美味しくいただけましたけど、でなおかつ冷凍することでなんていうか甘さも出てすっごく甘くて美味しかったんですけど、でも臭みみたいなやつはめっちゃ出ました。ちょっと大きすぎるかな。とりあえずこのくらいのサイズ感で生でも美味しいんやろうか。味はすごくさっぱりしてて水分量が多くて、後味は柿ですね。柿めちゃくちゃ甘い柿っていうよりかは爽やかな甘さの柿です。多分これめっちゃ美味しくなると思う。じゃあ続いて玉ねぎ。あんまり薄くカットしてもしゃあないので、厚さ7ミリ8ミリくらいでカットして、一応今回赤玉ねぎがあるのは紅白で美しいかなと思って、なんていうかおめでたい感じがしますよね。じゃああとはばらけないように串打って、もう竹串がなければ爪楊枝でも。かわいいかわいい千両ナス。この額だけコロンと回して、はい、パッツンカットにしてあげまして、あとは縦半分で、多分皮がちょっと口に残ると思うので、ちょっとこういう感じで皮面を食べやすくしておいて、これで準備 OK で、水にさらさなくても多分大丈夫でしょう。ではあとはみんな大好きスイートコーン。ではラスト、丹波しめじ。この丹波しめじはお姫様を扱うように優しく扱ってくださいね。ご存知と思いますけど、傘がねめちゃくちゃデリケートなので、ですので優しく石突き外して、なんかちらほらコメント欄で拝見するんですけど、このキノコとかの軸のなんかこのムキュって音、これ苦手な方ちらほらいらっしゃるんですね。僕はなんか可愛いなと思って、キノコの鳴き声と思ってますけど。でキノコですので手で裂いてあげてもいいんですけど、丹波しめじ本当にここ柔らかくて簡単に外れちゃうので、というか折れちゃうので、
包丁で半分にスパッと落としてもらってもいいでしょうし、あれだったら軸のとこだけ刃を入れて、でしっかり傘の方までケアをしてあげて、優しくペキャッと割る感じで、もうほんとデリケート。野菜盛り合わせ完成。それでは大変長らくお待たせしました。本日のメイン食材の登場です。こちらから牛ほほ肉、ミスジ、リブロースでございます。で、今回は特に松阪だったりとか神戸だったりとか米沢だったりとか、それこそ僕の大好きな佐賀だったりとか、そういったブランド牛ではありませんけども、見てこの小刺しの綺麗なミスジ、もうさながら牛肉界の夏目雅子で、続いてが牛ほほ肉なんですけど、一般的にはほほ肉は赤ワイン煮込みだったりとかデミグラス煮込みだったりとか、そういった煮込み関係に使われることが多いと思うんですけど、最近こちらのほほ肉の焼肉をいただきまして、これがまあうまい。個人的には牛タンと結構似てるんですけど、こちらが牛タンで、みんな大好きこのタン元のこの油バッキバキのところ、ここってサクップリッとしながらすごいジューシーだと思うんです。こういったサクップリッとした食感は牛ほほ肉にはないんですけど、どちらかというとこのタン下のあたり、ここにぶっとい血管が走っていて、ここら辺にタン下があって、多分これがタンカルビかな。ほんとこのあたり肉々しい感じがあって、なおかつお肉の味が濃いところ、こういった感じです。で、ただ牛タンのタン下って特にこの血管ね、この血管とかこのぶっとい筋が結構歯に触るというか噛み切れなかったりするんですけど、その点牛ほほ肉は真ん中にちょっとぶっとい筋がバシッと入ってるんですけど、そこちょっと包丁で助けてあげれば噛み切れやすいし、肉の味も濃いし、ワンチャン牛タンよりも牛ほほ肉の方が好きっていう方結構いらっしゃると思います。牛タンの脂身って独特の香りがありますけど、牛タンの香りがね、牛ほほ肉にはそれがないので、牛タンの香り苦手だわっていう方は多分牛ほほ肉の方が好きやと思います。ではまだこちらは出番ではないので、まずリブロース、この子は冷蔵庫に。ではミスジ、もうこの子に関しては今回もうこの厚みでステーキにしようと思っておりますので、このまんまで OK で、ちなみに今回のこちらのミスジ、こちらがキロ1万です。正確にはキロ9800円ぐらいなんですけど、先ほどのリブロースもキロ9800円ぐらいです。多分そんなにバカほど高いわけではないと思う。で、それからこちらの牛ほほ肉、僕牛の頭からほほ肉を取り出したことがないので何とも言えないんですけど、でもマグロとかと同じであれば、こっちが身が厚くて筋とかがこうギュッと集まっている方で、こっちにかけてどんどん薄くなっていくので、多分こちら側が口とかがある方で、こっちが肩の方なんでしょうね、多分。で、一応繊維の流れ的にはこういう風に繊維が入ってる感じです。ですのでこれをこう断ち切っていきたいので、こちら側から切っていくような感じでいいと思う。で、この後カッティングしていくにあたって、だんだんこの辺くらいまで来るともう厚みがこんなんしかないので番が取れないんですよね。こう観音開き状にしてやればある程度は番は取れると思いますけど、それだったらこの先端部分は煮込みで美味しい部分なので、牛タン違う牛ほほ肉、煮込みに回しちゃってカレーとかにしちゃってもいいのかなと思う派です。ではカットしてまいりましょう。ちょっと形が揃わないのでちょっと大きく落として、ここは煮込みに。で、はい、今カットしたここに見えてきたこの白いぶっとい筋、これが中までずっと続いているので、カットしたら今のこのぶっとい白い筋を包丁の切っ先でグッグッグッ、これで食べやすくなると思います。一旦全部スライスだけ終わらして、で先端のここは煮込みでは、改めて
おそらくこの筋をこういう風に切るというより、筋に刺しちゃう。はい、刺しちゃう。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 これが早いと思います。あと肉が崩れない。牛ほほ肉1個のブロックでこれだけの焼肉カットと、あと煮込みの部分がこれだけ取れましたね。これで2000円くらいなので、まあ結構お値打ちなんじゃない？というわけで、ほほ肉終了。ちょっと僕がちょっと作業が遅くて、全体的にね、油がこう、だれちゃってますけど、それを差し引いてもうまそう。次がいよいよお楽しみのリブロースですね。よいしょ。で、こちらがリブロースなんですけども、もう言わずと知れたロース3兄弟。大石さんの頭がこっちにあるとして、肩の方から肩ロース、リブロース、サーロイン、お尻っていう風になっていくんですけど、ちょうど肩ロースとサーロインに挟まれた真ん中がリブロースですね。で、肩ロースはどちらかというと、ちょっとアメリカンなステーキみたいな、肉々しい感じが結構感じられると思うんです。大きな盤でズドンと落とした肩ロースのステーキって筋だったりとかね、そういったものが結構口の中でワシワシっとして噛み締めてるぜ肉をっていう感じだと思うんですけど、それがサーロインに行くにつれてだんだんとその大きな筋とかがなくなっていって柔らかくなっていくよっていう、そういった移り行きをしていくんですけど、このリブロースは大きなそのガム筋だったりとか筋だったりもね結構入るんですけど、サーロインに近くなっていくので全体的に肩ロースよりかは柔らかい。もちろん部位によりますけど、だからサーロインほどではないけど肩ロースよりも柔らかい。そしてなおかつサーロインって結構一気に値段がパンと上がるので、サーロインって比べるとお安い。今回はこちらはメスの女の子です。女の子でこんだけいいお肉で、これで約7キロだったのでだいたい7万円です。僕個人的にはあれ意外と安いと思ったんですけど、これがサーロインだと約2倍だったので14万ぐらいするんですけど、バラ肉とかと違って油の量もねそんなにも油まみれってわけでもないので、褐色分めちゃくちゃ多いし。よっしゃ、それでは張り切って参りましょう。で、リブロースをさばく際、どこがどの部位かってちょっと分かりづらくなるよっていう方は、これ下に下駄、肋骨があった跡があるんですけど、片方は同じ下駄のようにボコ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 していて、反対側は逆にストーンと落ちてるので、これで左右をね区別してもらえるといいかなと思います。実際バラす時にねこっちのボコボコしたここからね外していきますので。で、こちら改めてリブロースなんですけども、このドセンターにズドンとあるこちら、ここがロース芯、一番美味しいところっていうか需要が高いところで、このロース芯に上にかぶさっているこれここ合わせてかぶりで、僕はまずこのかぶりを取った後、次にここが下駄の部分ですね。この下駄を取って、で次にこの大きな塊、ここ形的に三角形というか三日月のような形をしているので、三日月と言ったり巻きと言ったりするらしいです。で、この三日月の中のここにちょこんといる可愛いこのお肉、これ奥に行くにつれてしぼんでいくんですけど、こちらのお肉が鉛筆って言われるほんのちょこっとしか取れないよっていうお肉ですね。僕の予習が正しければ。よし、では参りましょう。じゃあまずかぶりと明らかにここで分かれるよっていうここにちょっと指突っ込んで、あとはもうこのまんま奥までいっちゃいます。もうこれ下の下駄まで行っていいな。ちょっとかぶりだけ取ろうと思ったんですけど、意外といけそうなので下の下駄までいっちゃいます。ここの油が強いとちょっとめくれにくいんですって。でも今回いけそうなのでいきます。ここまで来たらまずロース芯とかぶり&下
ゲタ。じゃあロース芯ちょっとさっきの向きに戻して、続いてこの真ん中のロース芯に対しての上の三日月&鉛筆、ここをカポッと外してまいります。そしたら明らかにここで分かれるよねっていう場所がございますので、ここから裏も確認しながら通り道をまず見つけて、見つかった。分かれ道が見つかったら、あとはこの三日月全体を取ろうと思ったんですけど、ちょっと鉛筆だけ別に外せそうなので、全然三日月ではない形で一旦取ります。この鉛筆を傷つけないように指で探りつつ、三日月のこっち側ゲット。最後にここの鉛筆外していきます。初めてリブロースさばいてますけど、超楽しい。ここが鉛筆。この牛脂めっちゃ美味しそう。この牛脂うまいわ。この鉛筆、手で繊維が分かれるような感じなんですね。柔らかくて、こういうお肉が柔らかいお肉って言いますよね。さっきのほほ肉みたいに確かにこうグニャングニャングニャンとする、あれも柔らかいっていう表現も使いますけど、生の状態でビニャンビニャンするお肉って基本的には硬くなりますよね、焼いたらね。でも逆に指でこう繊維がほぐれるようなこういったお肉が焼くとめちゃくちゃ柔らかいお肉っていう僕は認識を持っています。で一応ここロース芯なんですけど、ちょっともう1個ぐらい取れそうな気がする。これ取れるのか、これ追いかけていいのか。あ、ここ追いかけていくとお肉じゃなくて牛脂が取れるんだ。へえ。ここすごく美味しそうな牛脂が取れました。じゃああとは表面の油をある程度ちょっときれいにして、さっきまでこちらの面をね、こっちがボコボコしててこっちがストンと落ちていたこっちの面をずっと皆さんにお見せしていましたけど、反対側こちらをよく見ると、ここに Y の字に筋が入っているのがね、ご覧いただけるかと思いますんで、ここをちょっと外していきましょう。よいしょ。じゃあ、ある程度表面の油とかちょっと筋っこいとこだけちょっと軽くお掃除して、なんか無限に取れそうですけど、また取らんでいいんじゃないかな。多分焼いたら普通に美味しく食べれそう。柔らかいし、筋というか膜なので、ロース芯はもうこれで終了。では続いてかぶりとゲタで分けちゃいますか。もうこの分かれ目から。で下駄はもう中落ちカルビとして美味しいのはもう目に見えてるので、今回はいただきません。こちらは僕のお夜食になります。で代わりにこちらのかぶり1、2、ここちょっと歯ごたえがあるらしいんですよね。俗に言うちょっとお堅いお肉なので、ちょっとこれを食べてみたい。
はい、こういうとこは牛すじとして炊くと絶対美味しいところ。なるほど、こういう形をしてるんですね、かぶりは。早くしないとお肉が油が垂れてくる。はい、これでかぶり1個完成。ちょっと冷蔵庫入れよう。はい、じゃあ続いてかぶり2つ目。はい、これでかぶり2つ目。じゃあ最後、三日月。ちょっとこのガタガタしてるとこはちょっと見栄え悪いので、ちょっと外すとして、盤がでかいから半分に割っちゃって、ちょっと表面を掃除してあげれば、これでいいのかな。いや、奥から無限に出てくるな。なので、ちょっとある程度形をきれいにしたらこれで OK。 で続いて反対側、こっちもある程度表面の油だけ削っちゃって、よし、これで OK。 はい、というわけで無事に終了。一応こちらから、ロース芯、かぶり、下駄で、三日月、これが美味しそうな牛脂、こっち美味しくなさそうな牛脂、それから牛すじで、最後に僕がちょっとお肉傷つけちゃったなっていうところ、あとちょっと見栄え的に外しちゃったところを一口サイズにカットしたものですね。野菜炒め用です。以上、こんな形になりました。意外と楽しいですね、お肉磨き。リブロースはかなり簡単な方かなと思いました。ただ、表面をどのくらい綺麗にしたらいいのかなっていうのが、ちょっと自分の中では判断ができず、なんともという感じになりましたけども。でも、多分美味しくいただけると思います。はい、というわけで、はい、これで一人焼肉パーティー2025の出来上がりです。では実食編へ GO！ というわけで無事に完成しました。画面いっぱいのピンク、ちょっとね巣が入っちゃってるのがちらほらありますけど、巣が入るっていうのはちょっとネズミ色というか灰色みたいになるやつね。よし、ならばいただきます。うまっ。よし、ならば初手安定の、はい、乾燥防止ラップ。もうこれが何より大事。じゃあもう早速焼いてまいりましょうか。
で、あらかじめこちらにもう置いてあるのがニンニクのアヒージョですね。で、今回美味しそうな牛脂はあったんですけど、もう正直今回これだけサシが入ってるので、まあ牛脂いらないかなということで、もうこのままいっちゃおうと思います。で、ぬくもるのを待っている間に、はい、タレとニンニク醤油と、はい、わさび醤油、これで準備完了。で、本来であればもみだれをね揉んだ方がいいんでしょうけど、そうするとねプレートが結構早い段階で汚れちゃうので、今日は下味なしでいきますね。絶対もみだれがあった方がね美味しいんですけどね。したらまずは、はい、牛タンじゃなくてほほ肉。で、この高温の焼きスペースで焼き終わった後は、はい、保温スペースへ。はい、大2陣。したらまずはニンニク醤油でべっしょりつけて、超うめ。もうほんとタン下の、なんて言ったらいいのかな、牛タンがこういう形をしてるとして、ここら辺、タンカルビの横ら辺、この辺の味と香りがする。そして食感がする。なんかほんとお肉とホルモン系の中間のような。で、ちょっとお肉がもう焼けてくるので、ちょっとパパッと食べちゃいますね。で、もともと牛ほほ肉って結構筋もゴリゴリ入ってるし、肉質も固めなので、基本的には煮込み料理として使われるお肉ですけど、中心に入っている太い筋に全部切り込みが入ってるんで、肉質固めのお肉ですけど、すいません、ちょっとお行儀が悪いですが、このくらいにちぎれるくらいには柔らかくて美味しい。ちょっとプレートのお掃除も兼ねて、はい、かぶりの油でこそぎ落とす。こっちがかぶりのうちの大きい塊の方ですね。で、続いてがニンニクもりもりだよ。ビシャッとかけて、もうとてもじゃないですけど、この後電車に乗れないような香りがしますね。ニンニクすげえ。もう僕みたいにニンニク大好きな方はもうこれたまんないんじゃないかな。よし、あらかたお掃除終了で、ちょっと早送りでは、もうリブロースのかぶり、こちらもいい感じですね。じゃあまず安定のニンニク醤油から、はい、べしょっとつけて、うめえ。なんかそれこそサーロインとか、なんていうかこうとろけるようなジューシーさとかっていうより、どちらかというとちょっと赤身寄りの噛みしめる美味しさというか、パサパサしてるとかそういう意味じゃなく、あれだ、友三角みたいな、もも肉の脂がサシがすっごい入る友三角、ああいう感じ。すごくジューシーで柔らかいんだけど、でも噛みしめる美味しさがありますよみたいな。こちら見てもらったら分かるんですけど、箸でグッとやるとこういう感じで肉がほどけてくるくらいには柔らかいので、もう文句のつけようがないほど美味しい。じゃあこの辺で、はい、わさび、こちらをまずほほ肉からいこうかな。ほほ肉にたっぷりとのせまして、本物のわさびってね、本当に辛くないので香りはいいけど、今回のお醤油にジャボン。優勝。ダントツでうめえ。いや、もうしょうがないもん、わさびだもん。正直わさびと比べちゃうのがかわいそうなぐらい、やっぱわさびはうまいっすもん。あと値段が全然違うしね。
こちら1本7000円ぐらいしますからね。そりゃ美味しいよ。これは贅沢だわ。金子さんのね、気まぐれの涙っていうね、わさびがありますけど、気まぐれの涙とか、こういった本わさびを自分でおろしたことがある方はわかるとは思う。あ、そりゃうまいよねっていうのがね。そんならば、はい、ちょっと食没。よし。ちょっともう全然空腹が収まらないので、はい、ご飯。ご飯だったらやっぱタレかな。タレ。こちらでご飯包んで、説明不要。やっぱ焼肉ビールもいいですけど、正直お米の方が合いますよね、ぶっちゃけ。というわけで、だんだんとお野菜も焼けてきましたね。でもこうやって見ると、この黒川かぼちゃ、オレンジというか真っ黄色なんですね。すっごい綺麗。一般的なかぼちゃってベータカロテンのオレンジ色ですけど、この黄色はいいっすね。すごく映える。で、まずは丹波しめじ。やっぱタレかな、野菜は。さすが丹波しめじ、味が濃い。こんなニンニクまみれになってもしめじは負けないね。あ、うまっ。んでもいけるかな、黒川かぼちゃ。ほんとかぼちゃって生の状態から始まって、生ときて食べ頃が一瞬来てすぐ焦げになりますよね。食べ頃のタイミングマジ短すぎ問題。じゃあこの子は普通にお醤油でいこうかな。ザ粘質系のかぼちゃ。ホクホクねとっていうよりかはすごいジューシーな食感。ちょっとどういう風に表現したらいいかわからないんですけど、とにかくみずみずしい食感で、すごく甘さが強いかと言われたらかなりお上品だと思う。一般的に僕らがよく食べるような栗かぼちゃとかメキシコ産のかぼちゃとか、あちらと比べても甘さは控えめな気がする。なんかみんなを陰で支える子みたいな感じ。彩りも綺麗だしね。だから一度この黒川かぼちゃでお口の中をちょっとすっきりさせて、はい、改めてお肉みたいなね。はい、というわけでお野菜これにて完売。千両ナスがそろそろいけそうですかね。いや、熱いだろうな。殺意が高い熱。もう上顎デロデロ。でもやっぱ千両ナスってこの皮がしっかりとしてるから、意外とこの皮のモキモキ感とかね。でもってなんだろう、ちょっと香りも強いような気がする。千両ナスって一般的な長ナスとかで比べるとね。もう控えめに言って好きだわ。やっぱ比率的に皮が多いから、バカナスとかって薄めの皮でこう包まれた大きな果肉があったりしますけど、千両ナスは比較的しっかりとした皮でちっちゃいから、やっぱこの皮の香りとかがねしっかり感じられるんでしょうね。久々食べましたけどうめえ。いや、本当でしたらね、これを前歯でハミハミハミっとしたいとこなんですけども、確実に口の周りが汚れるので今日はちょっとおしとやかに。甘くて香ばしくてうまい。もう子供の頃からバーベキューのスイートコーン大好き。ビバスイートコーン。
さび醤油うめえわ。これはマジで無限だわ。というわけで、お野菜があとこちらで完売ですね。んで、実はですね、お肉もあとこれだけなんですよね。早いですね。じゃあさっきかぶり行ったので、ちょっとこれどこなんだろう、どの部位か分かんなくなったので、編集で補いますね。おそらく三日月と思いますけどね、ここ。でもここは分かる。これ鉛筆。はい、ではこの三日月の一部と思われる場所。あ、ここ絶対柔らかいわ。ご覧ください。超絶柔らかい。じゃあわさび醤油で。大人の歯がいらないね。乳歯2本で事足りるって感じ。柔らか。でも本当に繊維がホロホロホロっと崩れていくので、ちゃんとこう噛み締めて噛み締めてっていうお肉がお好きな方は、きっとこっちのかぶりとかの方がね、断然いいでしょうけど、繊維がホロホロって崩れていくようなお肉がお好きな方は、こっちの三日月だと思う。超絶柔らかい。こっちのかぶりとの食感の差がすごすぎてびっくりする。本当にあんなに近いところのお肉なんですかって思うぐらい。僕は正直三日月の方が好き。じゃあ続いて多分これも三日月の一部だと思われる場所。じゃあこちらもわさび醤油で。もう柔らかさにおいては今日一。やばこれですもんね。柔らかすぎでしょ。じゃあ次鉛筆。初めて食べましたけど鉛筆、お肉のちゃんとブリブリ感はありつつ、でも繊維同士が柔らかいからすぐにほどけていく。かぶりと直前にいただいた三日月、あれを足して2で割ったような、そういうお味がする。でなんか乳臭いとかなんかそういう嫌な香りもなく、いや鉛筆美味しいわ。美味しいですけど、あれだけ小さな塊でしか取り出せなくて、で盤もそんなに大きくないからちょっと扱うの難しいですよね。でもすごく美味しい。これにて焼肉用カットは最後の焼きです。こちらが終わったらステーキに参ります。では焼けるまでの間、ちょうどニンニクのアヒージョも完成したので、こちらハフハフしながら焼き置きましょう。おお、殺意増しなし。というわけでラスト焼肉カット。こっからは全部わさび醤油でいいかな。はい、では焼肉カットラスト。多分これ三日月の一部じゃないかな。三日月でございました。めちゃくちゃ柔らかい。うめえ。よし、じゃあデザート参りましょうか。はい、いちご&ロース芯。こちらはさすがに下味付けようかな。うっすらと塩コショウ。じゃあいけ。一応ご飯完食です。いやでもこれロース芯多分一発じゃ多分焼けないんじゃないかな。分厚すぎて。いちごはなかなかいいのではなかろうか。でやっぱロース芯はちょっと一回休ませると中まで火は通らんっぽいですね。じゃあ一旦ロース芯はお休み。いちごがもう間もなく焼き上がりですね。これにて2筋焼き上がり。では寝かせたロース芯、はい、いってらっしゃい。ではいざ断肉式。せーの。いいんじゃないですか。でわさびをのっけて、はい、お醤油つけて、やっぱミスジうめえわ。もう本当に美味しい部位っすよね、ミスジってね。嫌なとこが何もない。
はい、ではそれでは僕はちょっとここら辺で食没。そしたら多分ロースシーンもいい感じじゃないかな。多分早速割ってみましょう。ミディアムレアでええ感じ。あれカットした感じ、三日月の方が柔らかくなかったか。僕の焼き方の問題か。はい、ロースシーンいただきます。嘘ついてもしゃあないですもんね。三日月と鉛筆の方が美味しかった。なんでだろう。正直味わいとか香りとかは僕ロースシーンの方が好きです。食感がちょっとパサつくかな。なんでだろう。まずいとかじゃないんです。全然まずいとかじゃないんです。美味しいんです。美味しいんですよ。美味しいんですけど、今日の MVP は三日月とタンでした。はい、食没。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。久々に自宅焼肉しましたけど、やっぱいいっすね。家の中に匂いがついたりとか、後片付けちょっとね、油物でベタベタになりますんでね、その辺が大変かなっていうところはありますけど、やっぱ楽しい。で、今回、以前やったことあるのはあれかな、タンをさばくっていうのをやったことありますけど、今回こういうね、俗に言うブロックの状態からこう、部位ごとにこう、ばらしていって、で、俗にこう、肉磨きみたいなこと、初めてしましたけど、超楽しい。で、実はね、昔、お尻の方のランプっていう部位と、イチボっていう部位が1個になっているランイチっていう部位があるんですよ。昔これをバラして動画にしようかなと思ってやってみたんですけど、まあ盛大に失敗しまして、それはね、順当に、ボツになりましたけど、その動画はね、なんか改めてもう一回ランイチさばいてみたいなとか、あと難しいことで有名なクラシタやってみたいなとか、まあそんなことを考えております。お肉さばきは難しいけど楽しいっていうところかな。今回結局誕生日祝うとか言いながら何もしてないですけど、とりあえず去年の僕ハッピーバースデーということで、また次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。